2003年全日本 GT 選手権 GTR で戦う最後の年にニスモは見事シリーズチャンピオンを獲得。そして今年連覇を狙うべく投入したマシン、それがフェアレディ Z。Z の GT500 クラス参戦を前に日産自動車はフェアレディ Z タイプ E を発表。そしてニスモからはコンプリートマシンニスモフェアレディ Z S チューン GT が登場。月産20台というハンドメイドのエボマシンタイプ E の外販パーツを身にまとったこの車のポテンシャルは。マツダからも限定300台のエボリューションマシンが登場。エンジンにまで手を入れたこだわりの4シーターロータリースポーツ、それが RX8 マツダスピードバージョン。 F1 を含め111番目に開発されたマシン111。これに190馬力のトヨタエンジンを搭載したエボマシンがエリーゼ 111R だ。というわけで今月号は密かに熱くなってきたエボリューションマシンに注目。男ならエボに乗れ。まずは S チューン GT の開発コンセプトを聞いてみよう。今回私どもがですねこの S チューン GT という形で出した、きっかけなんですが、まず車としてまず、S チューンというコンセプトに基づいてトータルでまとめたらどういう形になるかということから開発がスタートしました。でその S チューンというのはですねコンセプトとしてはそのストリートであくまでも快適に走行できて、なおかつスポーティーな走行をお客様が楽しんでいただいた時にですねやっぱりその車の音をダイレクトに楽しめるフィーリングとかですね、その心地よさというものを重視して開発しております。前後に伸びた空力パーツはこのステージでこそ威力を発揮するはず。矢田部高速周回路。しかし路面はウェット。ハイパワー FR の Z には厳しい条件だ。240オーバーだよ。雨で240オーバーで何も起きないよ。5速フラットアウトで。でもさすがにねダウンフォースもあるけどドラッグもあるから、なんか5から6速に入れようっていう気がしないな。5速のままだな。ちょっと5速で180で入ってみようかな。おーグリップするよ。160キロいってたね今メーター読みで。いやこれ格好だけじゃないよ。エンジンも20馬力上がって300馬力だけど、その高速安定性はエアロパーツ全然格好だけじゃない、はったりじゃない、すごく安定してるのまでに比べて、これ高速サーキットとか持ってたら面白いだろうな。リアウイングもねついてて今一番寝てる状態。それでもダウンフォース感もあるよ。なんかねちょっとリアがスピードに比例してこう沈んでくる感じ。音がさ吸気音が良くてさ踏むとこう躍動させられるよね。ドライバーを虜にするのは走りだけじゃない。音で心を躍動させるのもエボリューションマシンにとっては必要条件。いやこの音聞いてよ。もうすごく高速でこのウェットでも安定してて、で高速スラロームをやってみたんだけども、単純に言うとプラス10キロアルファのスピードでも、安定してる。その空気と足とタイヤでうまくバランスが取れてて、すごくステアバランスもアンダーとかオーバーじゃなく綺麗な弧を描いて曲がってってくれる。さあ04はどうか。なんかこっちの方が路面がいいような気がするんですけど。何本当？ニスモ Z ごめんなさい。出だしは一緒ぐらい。
確かに。でも路面が悪くてウエットじゃパワーは伝わらないよね。と後半伸びたか。やるねニスモ Z。 はい、ニスモのですね Z が出たということですね。これは濃いエボリューションマシンではないかということで、そのライバルを集めていました。ここではですね、まず外から見て、この車はエボなのかそうではないのかというところをですねチェックして、いただきたいと思います。まずは Z から。ニスモ Z が650万円、ノーマルが330万円。限定ではありませんが少量生産です。ノーマルをいじってこの仕様にすることは不可能なんです。ちなみにバンパーもアフターパーツで購入はできません。この車を買わなければこの外観は味わえないのです。新車状態で300馬力、リミッターも250キロ。この辺りはニスモだからできることではないでしょうか。かっこいいじゃないやっぱり。これは、メーカーが出したタイプ E と同じバンパーが、はいはい。しかもこれはね後からね買うことはできない。まあ、事故を起こして自己証明だとか車検証を見せて、そういう人たちにはこのスペアパーツがあると。はい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 。後からねパーツをつけましょうと。そうだよね。長さが変わっちゃうから。しかもこれ300馬力というのは今のところね国内だと280規制があるじゃないですか。ああニスモだからいいんだ。ニスモだからできるというところですね。エンジン保証付き、ちなみに1年間2万キロトラブっても無償で。ここまでよくやったなという気がするんですが、いやここまでやっ見てよあれとこれの差。だけどこれぐらい違うかった方がなんかこう分かりやすいですよね。そう今ねみんなのああよくやったねって言うけれども、それがこうエボの条件だよ。そうだよねすごい話題にね。それ見た目の迫力っていうのがあるし、俺らが免許取った頃にこういう形して走ってたら一発でパクられて。パクられてね。そう専門用語。メーカーがこの形出してるんですもんね。とりあえずエボの条件は満たしています。続きまして RX8 マツダスピードバージョンです。限定300台、価格は360万円。メーカーの在庫は完売ですがディーラーによっては残ってるかもしれません。ノーマルの新車を買ってアフターパーツで外観を組み上げられてはいるんですけれども、いやメーカーだからこそできる価格設定だと思います。今回はファイナルを 4.4 から 4.7 に変更してバトルに挑みます。結構おとなしめなんですね。これはね俺ね個人的にねこれでカタログモデル出してよって言ったら本当に出してくれたんだよね。ねすごいね。ただねさっきの Z と比べるとそのノーマルとの差のエボ度が Z ほどはないよね。ただその限定っていう部分だと、やっぱエボリューショああそうだね限定ンね。ちなみにタクちゃんはこれでもう矢田部の体力チェックを済ませてるんですよね。その差はねほとんどない。で残念ながらロータリーの上の伸びがねレフのショート化でちょっと踏ん詰まってる。本来これは一番近く回るエンジンですよね。だからね僕個人的にはギアレシオを変えてほしいな。販売台数これはね300台ってこれじゃあエボの条件 OK でしょ。見た目の迫力も OK だ。 OK。モータースポーツベースっていうところはどうなの？ここがちょっとクエスチョンだよね。でも下はねもう俺は気持ちよく走れるでしょ。全て条件は満たしてるけれどもちょっとしか満たしてない。まあプチエボっていうプ感じ。チエボということですね。プチエボだね。ということで8のマツダスピードバージョンはプチエボです。続きまして2シーターミッドシップ6速ミッションで価格までもが同じ560万円。ロータスエリーゼ 111R、 そしてルノールーテシアスポール V6、 そしてさらにおなじみの BMW M3CSL です。エリーゼは限定ではないエボリューションマシン、880キロという軽量アルミボディにトヨタの 2ZZ192 馬力エンジンをドッキングしています。そしてルノールーテシアスポール V6 はベースモデルは FF ですがミッドシップにエンジンを積み替えた車です。まずこれからそうだね、エリーゼ。これエンジンみたいな。エンジンがあれなんでしょ。これはね特徴なのはトヨタエンジンで、これロータスってでも入ってんだね。いやどっか見るとねヤマハって入ってたりね。そりゃそうだ。トヨタのエンジンだけど工場のヤマハのエンジンだけどもここまで変えるというのはちょっとね。でねエンジンはねなんでトヨタかっていうと、はい。これアメリカに売るのよ。今までアメリカには行ってなかったんだけど、アメリカの排ガスだのなんだろう通すために今まで積んでったローバー系エンジンじゃ通らないからトヨタエンジンに変える。
しかもこれを買う人もエボだよね、あんまり見かけないもん街中で。コボじゃないの？こうちゃん持ってる？いやもともとがエボなんで、この 111R が特別なエボとは認めねえぞと、これ作ってるもうロータスの自動車メーカー自体がエボだね。さあこの M3CSL これはですねまあもともとの M3 がね見てよ、ココちゃんのこの車だけれどもっていうこれそれは何を意味します？カーボンでしょうね。ランサーなんかもアルミルーフにしてるじゃないですか。それよりもうちょっといっちゃってる。だってこれさ口気泡入っちゃったりさ、なんか網目がさこう曲がったりしたら塗んないとかっこ悪いじゃん。自信があんだよね BMW。 やっぱこれ F1 やってるからできることだよね。これは男はね惹かれるのよ、こういうとこに。またエボリューションなとこ見つけた。見つけちゃいました。ガンさんのサインです。あ、本当だ。めっちゃエボリューションやばい。世界に一台ですこれ。サイン入りは。これぞ。内装チェックいきましょう。内装チェック。かっこいい。あらこれはしびれるでしょ。これ後ろも全部つながってんだよ。繋がってんの。後ろまで。ちょっとさこのシートこれさ後ろもさかっこいいシートやね。こうパッと見分かんないじゃないですか、そんな分かんないじゃない。よーく見たらあれやんねん何よっていう感じで、だからこう大人のエボみたいなね。なるほどね、マニアックな。ということでこの BMW M3 CSL は大人のエボです。エボといえば忘れちゃいけないのがインテアールとランサーエボリューション。この2台を走りの基準としてエボの条件の最終項目サーキットを楽しく走れるかをチェック。エリーゼ8そしてニスモ Z の走りはどうか。つくば5ラップバトル。スターティンググリッドはタイムアタックの逆ポール。ランエボはコボちゃん。はい、前回デビュー戦飾れませんでした MR です。今回ちょっとなんとかやります。はい、大人のエボはこの人。CSL2 度目の登場で日本のメーカーなんかが見本にするエボリューションっていうところかな。エリーゼ担当は木下選手。ロータスの中にあってもこのね 111R はもうとびっきりのエボリューションですからね。この車高の高い車のライバルの中でどう戦うか見ものです。最終ステージははっちゃんが担当。ニスモの S チューン GT です。こういうエボモデルの中ではね今最新の車ということで結構かっこいいよね。ここにスリップって出たんですけどいろいろ電制御をつける仕様に今なってます。この車の一番素の部分が出ると思います。インテはてっちゃん。こんにちは。そうですね。インテグラタイプ R。熟成されたっていうかね、元祖っていうか、タイプ R の、すごいね、いい感じなんですけど、つくばの中で他のね、エボリューションと比べてどんなバトルできるか楽しみです。頑張ります。土エボのお名挽回なるか。はい、RX8 のこれは MS バージョンですか。マツダスピードバージョン。僕がカタログモデルにしてほしいなと言っていた形がまさに反映されてカタログモデルになったんですが完売だそうです。今回は増産してほしいなという思いを込めて頑張りたいと思います。バリエボは多い。かっこいいでしょこの車。一回ね乗ってみたかったんです。ぶっちぎってやるぜ。個性豊かな7台のエボマシンが集結。さあバトルスタート。リードシップのルノースタート失敗か。スタートダッシュに成功したのは元産 CSL。 Z も来たぞ。ルノーがいきなり挟まれてます。リプレイは CSL。 ホイールスピンで前行かない。日産頑張れ。うわ速いなおい。ちょっと様子見てあげるよ。
なんか危ないのが来たぞ、危ないのが。左にはっちゃん。行き場がなくて一歩引く。ドライバーが大人のエボしてます。おお、Z も速いなおい。LED のブレーキランプがかっこいい。バトルは久々の団子状態。どのマシンが抜け出るか。もうコーナーは異常に速いんだけど、行かせて。おお、なんか来たな。ありがとうタクちゃん。一歩出たのはガンサン CSL か。2番手のルノーをはっちゃんがロックオン。フロント逃げまくり。ふらつく隙に迫るはっちゃん。その後ろがエリーゼ。コーナーは非常に速い。はっちゃんは縁石も利用してインベタライン。ルノーをパス。ああ速いね。こねろ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 。やめてくれ。あんまり付き合ってると置いてかれちゃうんで。じゃあね。これは完全ターボパワーの差。でもランエボはコーナーも速い。おお、速い。ルノーとエリーゼは同じ560万円。加速はルノー、コーナリングはエリーゼ。年寄りにも楽ちんドライブの SMG2。 走りの基準ランエボは5番手。インテアールはタクチャン8に迫る。頑張れ8。コーナーのバランスの良さでインテを離せって言ってもまっすぐが遅いんだよね、この車。ちょっとここから挽回しようと思います。そう、インテアールは唯一の FF。 スタートダッシュは苦手。とここでコボちゃんのランエボがルノーをロックオン。並んだぞ。ああ、入っちゃった。かっこいい。今日のコボちゃんアグレッシブ。2番手のはっちゃん、後ろが気になってきた。コーナーでブレーキはこっちの方がいいけども、ほら旋回スピードはそんなに変わんないね。ストレートはやっぱ速い。前の BM はストレート速いし、けど Z も速いよ。やっぱこの接線変化の少なさだろうな。よく作ってるよ。ニスモ Z が見習うのはやはり CSL か。エリーゼは 1.8 リッターでここまで大健闘。さあブレーキで詰める。ああ行き過ぎた。エイトも踏ん張る。インテアールをまだ抑えてる。コーナーリングのバランスは8は負けてないけど、熾烈な2番手争い。パワーの Z か軽さのエリーゼか。よーし。結構マジ。はっちゃんをマジにさせたのはエリーゼの ABS とコーナリング性能で加速勝負だ。よし。ストレートはつらいな。なんとその後ろにはランエボ。ストレート速い。ああランサー来てる。ランサー来てる。シビアなエリーゼに対しニスモ Z はちょっとアンダー気味。アクセルで展開を探るドライビング。おっとコボエボいい姿勢で最終をクリア。これね、リアウィングさっきねフリー走行終わってちょっと一度立てたんだよね。そしたらブレーキングも良くなった。エボマシンにはやっぱりそういう調整できる部分が欲しいよね。いい感じいい感じ。それにしても8がインテアールをここまで抑えられるとは。インテはそろそろもうフロントタイヤが垂れてきてそうそう速くないだろう。
まっすぐ遅いな。この下に潜り込みたい。潜り込みたい。熾烈な2番手争い。駆動方式の違う3台がこの後どんな走りの違いを見せてくれるのか。潜り込みたい。行きたい。ちょっと垂れてきたぞ。軽量エリーゼを尻目にランエボついに来た。ストレートは速いな。ストレート速い。こっちも団子状態。ミッドシップのルーの大して速くないかなと思ったら結構速いじゃん。入るとこまでいけないな。でもここまでいいよね、やるっていうのがね、ルノーね。さあついにファイナルラップに突入。これ邪魔だ。ドライバーのテンションを上げさせる車とそうでない車、同じシチュエーションを走っているにもかかわらずドライバーへ要求する度合いが違う。ロータスは綱渡り的ドライビングが必要。簡単な方を選ぶべきか難しい方を選ぶべきか、君ならどっちだ。お尻突き刺したのか。そしてランエボが Z のインに、ここで2番手に浮上。8大したもんだよこれ。5ラップ全然車のバランス変わんないもん。エボバトルを制したのはランサン CSL。 ベースモデルから120キロもの軽量化はやっぱり伊達じゃない。一方 Z と8はエボモデルの重量が増えている。この辺りが次の課題かもしれない。気持ちいいんだよね。非常に気持ちいい。この辺はねやっぱりノーマルの持ってる素質がまず高いっていうことと、それをこう走りにね、こうモディファイし直してる、その証明だと思うんですよね。まさにエボリューション。ロードスターにちょっと飽きちゃったかなっていうような人、それとまあ2座席じゃ家族乗せらんないなっていう人、8おすすめだよ。いかがでしたか。まずは BMW がいきなりトップに立って、一番タイヤの設置性の変化が全くないわけよ。 Z はあれだけ楽しめたらもうすごいいい感じ。まあエボにはやっぱやられたけど、すごく自分のこう荷重移動で綺麗に動いてくれるから、すごい乗っててね楽しいですよ。自分がコントロールしてるっていう感じで。トヨタエンジン積んだのにかなり期待してたんだけど、そこはどうなの。そのエンジン特性がピーキーっていい意味ではね、いい意味で7000ぐらいからスパーンと弾ける。これは気持ちいい。あ気持ちいいよ。早かったね。でタイヤ自体もね結構マイルドなタイヤで、そんなにサーキット仕様じゃないんだけども、なんかバトルしてるの忘れて一人で走りを楽しんじゃうようなね、そういう良さがある。8はねファイナル 4.7 に下げたんですけどね、エンジンがちょっとねちょっと、後ろから来るインテと比べるとどこが追われるっていうとやっぱりちょうどストレートエンドぐらいが伸びないですよね。インテってやっぱりいつ乗ってもやっぱり面白い。なんかね面白くて乗りやすいんですけど、なんかちょっとねこうマイルドすぎて逆になんか物足らないっていうか、もうちょっと尖ってもいいかなって感じがするんですけど、それはやっぱりメーカーがねこう送り込んだところで、幅広いユーザーに対応するためにある程度角をね少しつままなきゃいけない。前のインテの方がちょっととんがってたよね。 M グループのすごいのは、どんなドライビングスキルであってもその接地変化のないようにコントロールしやすいように作ってある。マイスターと言われる人たちを定年した人をピックアップしてる、そういう技術を残して自動車メーカーの組織の中でやってる。だからそれが結果としてこういう車、すごい車になってるんです。今回我々は
S チューン GT の十分なポテンシャルアップを確認できた。しかし可能性はまだまだあるはず。コンプリートカーに対する今後の方針をニスモに聞いてみた。今までニスモは懸念者としてここにありますようなシルビアベースの 270R、 それから 33GTR ベースの 400R をコンプリートカーとして提供してまいりましたけれども、この20年、ニスモも20年迎えます。で20年間に私どもが培ってきたストリートの技術、それから当然そのレーシングノウハウも盛り込んだ車をですね、これから提供してまいりたいと思ってます。ヨーロッパではBMW の M 社とかいろんなチューニングメーカーございますけれども、それを目標にですね、自動車の本来の性能である走り、曲がり、止まるの 3つをさらに高次元でまとめた車を今後ニスモとして世の中に送り出してまいりたいと思いますので、皆さんご期待ください。